今回お話しするのは、人と比べる癖を無理に直すのではなく、逆にその習慣を利用して理想の未来を手にする方法です。世の中には比べてもいいとか、落ち込む必要はありませんといった肯定してくれる優しい言葉がたくさんありますよね。確かにそれを聞けば、その瞬間は心が軽くなります。ですが、現実に戻ると、また人と比べて落ち込んだり、逆に相手のダメなところを探してしまう。そういう自分から抜け出せない。もし今あなたがそういう感覚を感じているなら、今日お話しするのは、その不快な思考が浮かんでくる手前でアプローチをするという新しい視点の方法です。実は、比較すること自体には不快感はリンクしていないんです。今回はそのぜひ知ってほしい思考のメカニズムと不快なループから抜け出すための科学的なアプローチについてもしっかり解説していきますので、ぜひ最後まで聞いてください。それではまず理想の未来を引き寄せる今日からできる簡単なアクションからお伝えします。今日からできるアクションはとてもシンプルです。素敵な人や、ああなりたいなと思う人を見かけたら、ただ素直にいいなと思って、それで終わらせることです。一日一回でも構いません。わざわざ時間をとって探さなくても、日常でふと目に入ったものでも十分です。例えば、街で素敵な人を見かけたとか、SNS で颯爽としている素敵な人を見たとか、たったこれだけでいいのと思いましたか？これからなぜこれだけでいいのか、その根拠となる人間の脳のメカニズムについて解説していきます。合わせてこれを実践する上で、多くの人が陥りがちな絶対に避けてほしい落とし穴についてもしっかりお話ししますので、最後まで聞いてくださいね。私たちはつい自分と人を比べて上か下かを判断してしまいます。そして自分にダメ出しをしたり、相手の欠点を見つけようとしたりして、心地悪さを感じたり、ストレスを感じてしまう。まず最初にお伝えしたいことは、人と比較して自己否定をしたり、人の嫌な部分に目がいってしまうのは、あなたの心や性格に問題があるわけではないということです。何かのきっかけで始まったあなたの思考の特徴が繰り返され、特有の神経回路が強化され、あなたの意思とは無関係にオートプログラムのように、ただ勝手に繰り返されているということなんです。これは幼少期に誰かとの関わりの中で体験した心が傷ついた経験などが原因になっていることが多く、誰にでもあるその人なりのもう傷つかないようにから始まったことが長年無意識に繰り返されてきたということです。ですから、比べるのをやめようとか、自分を責めるのをやめようと、意志の力だけで変えようとしても難しくて当然です。原因はあなたの弱さではなく、脳の回路にあるからです。ですから、変われなかった自分を責める必要は一切ありません。ここからは多くの人が知らない衝撃の事実をお話しします。私たちは人と比べるから苦しい。比べるのをやめないといけないと思っていますよね。ですが実は人と比べること自体には不快感や苦しみは
存在しません。脳の機能として、ただ自分とあの人の違いを認識しているだけなんです。では、なぜ苦しいのか。それは違いを認識したその直後に、あなたの過去の経験や自分の定義を使って、だから私はダメなんだとか、逆にあの人だってといった相手を責めるようなあなたなりの思考が自動的にやってくるからです。実は感情というのは一瞬で湧くのではなく、一番最初に比べる、次に過去のデータを使って思考する、その後に不快な感情が湧いてきます。動画や映画のように一コマ一コマ別、ワンフレームずつ違うものがただつながっているように見える、そういう構造になっているんです。ですから、今日お伝えしたいいなぁで終わらせるというアクションがシンプルですが、とても強力に効いてきます。無理やり思考を止めようとしたり、落ち込まないように頑張るのではなく、ただ、いいなぁでスパッと終わらせる。これを繰り返すことは、コマ送りの2番目、過去のネガティブな思考に進むのを断ち切るという作業になります。例えば、右手と左手。違うという比較。この認識にはストレスは生じませんよね。その後、例えば、どちらが悪いとか、どちらが上、どちらが下、そういった思考が出てくるから、不快感やストレスがやってくる。本当は一つ一つ別のコマ、同時に起こっているわけではなかったんです。つまり、この方法は理想の未来を引き寄せるだけではなく、比較して落ち込むという過去からずっと続けてきた思考パターン、あなた独自の神経回路を根本から再プログラミングして、過去から抜け出すための最強のメソッドでもあるんです。この再プログラミングに加え、さらにいいなには未来を作る機能も関わってきます。これからお話しするのは人間のメカニズムの解説です。例えばスマホは様々なアプリの機能を知れば、誰でも同じように使うことができるようになりますよね。私たちの脳や意識もこれと同じメカニズムを知ることで、誰でも意識的に同じように扱うことができるようになります。いいなぁに意識を向けていると、脳にあるラスという機能が働き始めます。このラスは、あなたが見たい世界をクローズアップして見せてくれる、高性能なメガネをかけるようなイメージです。先ほどの小さなアクションで、いいなを繰り返すことは、脳に私は今、心地よさや幸せな状態に意識を向けているというデータを脳に送り続けること。この繰り返しによってラスというメガネがしっかりと装着され、自然とあなたにとって必要な情報が目に飛び込んできたり、ひらめきが降りてきたりするようになります。つまり、イメージで言うと、これまで勝手に裏で作動していたアプリを切り、あなたの希望するデータを送るようなものです。最後に、先ほどお伝えした多くの人が陥りがちな落とし穴についてお話しします。それは、いいな、でも私には無理よね、といった自己否定やあなたのこれまでの思考パターンをセットにしてしまうことです。ただ、このでもねとか
あなたの長年の脳の癖は最初は絶対に出てきてしまいます。もしこのノイズが出てきても、自分をダメだと責めなくて大丈夫です。では、この落とし穴を避ける方法は、これも実はとてもシンプルです。でも、といったあなたの思考の癖、いつものパターンが出てきたら、あ、今ノイズが出てきたなぁと、ただ気がつく。それだけです。変えようとか否定しなくて大丈夫。大切なことは、ノイズをゼロにすることではなくて、ノイズが出てもそこに飲み込まれずに戻ってこられるということです。この戻る練習こそがあなたの中のパターンを変えてくれます。長い間使ってきた思考回路を変える作業ですから、すぐに変化が見られなくても自然なことで心配はいりません。こんな簡単なことで変わることができるなら試してみようかなくらいの感覚でトライしてみてくださいね。実は私自身、長い間人生を変えたいと思い、見方や考え方を整えてきました。それでも理想には遠く、ネガティブな感情や過去の影響が消えることはありませんでした。それが脳と意識のメカニズムを学んだことで、そもそもアプローチをする場所が違っていたことを知り、衝撃を受けました。私たちは自分の中で何が起きているかを教わる機会がなかったから、正しい扱い方ができなかっただけなのです。この事実を知るだけで、心がすっと楽になる人がいると思い、私が学んだ情報の一部をこのチャンネルではシェアしています。努力しても変わることができない苦しさや、なぜという気持ちは、私だけではなく多くの人が経験していることだと思うから。大人も子供もすべての人が今日感じる心地よさに、ただくつろいでいられることを願って、こういう内容に興味が湧いた方は、よかったら別の動画にも遊びに来てくださいね。最後まで視聴していただきましてありがとうございました。意識変容コーチ中井でした。